はい、どうもフランスガイド中村です。お久しぶりでございます。今私の後ろに映っているのはカルーセルの凱旋門。そう、今ね、私たちがいるのはパリの1区でございます。今回はこのカルーセルの凱旋門の後ろに広がっているチュイルリー公園を皆さんにたっぷりとご紹介したいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで今私たちの目の前には世界最大級の美術館であるルーブル美術館が見えております。一番ね、背後には大きな建物、こちらがスリー館になっていて、そしてこちらがリシュリュー浴、そして反対側がルノン浴になっていて、ちょうどその中庭の中心にはガラスのピラミッド、イオ・ミンペイという方が30年前に作ったガラスのピラミッドがありました。ですからこちらをずっと見ていくと、こちらのね建物ずらっと続いているんですけども、この建物の後ろにはセーヌ川が流れていると、そのようなね感じの位置配置でございます。そして先ほどのルーブル美術館の目の前にね、あるのがこちらカルーセルの凱旋門でございますね。カルーセルというのは、これはねルイ14世がかつてねここに住んでいた時代があるんですけども、ルイ14世の長男が生まれました。王太子です。王太子が生まれた時の記念としてここで騎馬隊のパレードを行ったんですね。騎馬隊のパレードのことをフランス語ではカルーセルと言います。ですからここ一帯はカルーセル広場と言われていたんですね。そこに今度はナポレオンが登場します。ナポレオンがオーステルリッツの戦いに勝利したその記念として作らせたのがこのカルーセルの凱旋門でございます。ですからね、カルーセル広場に作った凱旋門なのでカルーセル凱旋門と私たちは呼んでいるんですね。いろんな素材を使って作っていますよ。このねカルーセルの門の大部分はこのクリーム色の石というかな石灰岩でできていますけども、例えば柱の部分ちょっとズームしてみようか。柱の部分はこれピンク色になっているでしょ。これは色の違う石、大理石を使っているんです。そして上の部分を見てみると、ここもねまたちょっと違う色の赤というかな、ワイン色っていうかな、ちょっとね濃い色が使ってあります。そしてその上には4頭の馬が見えているんだけども、この馬はもともとねナポレオンが戦争の時に持ってきたものですよナポレオンでいろんなとこからね持ってきてしまってるんだけども、はい、もともとはねベネチアの聖マルコ寺院から持ってきたものです。しかしねナポレオンが失脚した時にこれは返さなければいけないということになりましたね。今ではここに載っているのはコピーでございます。はい、このね凱旋門はナポレオンの勝利記念、オーステルリッツの戦いの時に、ここをね、建てたんですけども、見えるかな。このね、カメラだってあんまズームできないんだけども、このねちょうどね真ん中のところに文字が刻んであるでしょ。下の一番下の文章から下から2番目、一番右オーステルリッツと文字が書いてあるんだけど、どうだろう皆さん見えるかなはい、オーステルリッツの戦いの勝利記念として作られたものですね。ですからこれは軍事的な戦いのね、記念ですから、例えばこういう風に軍服を着たモチーフなんかがあったりですね。そしてこの柱の上にはちょっと下がりますね。この柱の上にはこのようにね、これナポレオンのもともと近衛兵だった人物たちなんですけど、このように彫刻がありますよ。このようにねこのように、彫刻なんかがね、軍事関係のものが飾られているということでございます。もうね、結構外野がうるさいんですけどもはい、それではね、この凱旋門の中をくぐっていきましょう。そうするとね皆さんこれちょっとね足元にご注目くださいね。どうですか皆さん、見えてきた？どう気づいたかなこれ。ここにさわかんのかな。ほらこうやってなんか敷石がしてあるでしょ。この敷石分かります？そう、皆さんね気づいたと思うんだけどね、結構人いるんだよね。今ねちょうどヨーロッパではバカンス時期に入りましてね、いろんな人が今多分パリに観光に来てると思いますよ。結構ね観光地のパリ、復活しつつあるという姿は皆さんに見ていただいていると思いますけどね。見えますかね皆さん。これどうだろう。
地面のところにこのね、今ちょうど私凱旋門の真ん中に立っているんだけども、放射線状にねこのように敷石が引いてあるんです。そしてその敷石の先にはね、垣根がこうやって生垣っていうかな、それが続いているんですね。さあ一体この敷石って何のためにあるのか皆さんご存知ですか？もうちょっと探してみようか。そうしたら見えるかもしれないな。どうだろう、どう皆さんわかるわかるのかな。ちょっと僕のねちっちゃい画面ではなかなか見えないところがあるんだけども、さあこれね今ではねちょっと曇っていますけども、この放射線状の敷石、実はこれ日時計と言われているんですね。影がね出るとこの敷石のどれかのところに影が差すので、それで時間が分かるということなんだけども、どうだろう、夕方だとねこの凱旋門の後ろ側に影が出たりあとはね午前中でもねなんかその凱旋門のね、影がすごい大きすぎて、門だからね針じゃなくてだからねすごい読みにくいんだけど、まあそんな風に、言ってる人もいるとぐらいに言っときますか。はい、おいおいちょっとね雨が降ってきたよ今ね雨が降ったり晴れたりですね、まあそんな感じのパリの陽気でございます。まあね雨が降ったら雨が降ったでちょっとねロマンチックな感じのパリを皆さんにご覧いただけるから、それはそれでいいなと思ってますよ。さあということでね、今凱旋門のところをくぐってこのように芝生の部分に入ってきたでしょう。そうすると見てください、ほらこんなね彫刻がたくさん出てくるんですよ。ほらこちらにもあるでしょ。そしてこちらにもありますよ。ちょっとズームしてみようか。ちょっとねぴょこって見えてるでしょ。そしてこちらにも彫刻があって、そしてこちらにも彫刻があるよ。さあこんな彫刻なんだけども、こんなね、彫刻いろんなところにあるんですよ。さあそうこのままねこの芝生の方を進んでいきましょう。はい、今ねこんな感じで憩いの場所っていう感じでしょ。みんな芝生にねこうやって今ねちょっと雨が降ってきたんだけど、まだ相変わらず、ピクニックをしている人とかね休んでる人なんていうのがいますけども、はい現在は土曜日の午後、まあ夕方って感じかな。今ちょうど5時でございますけども、ほらまたここに同じような彫刻がありました。ちょっとね一周ぐるっと回ってみようか。女性の3人がここにいますね。三美神というやつですよ。なんかみんな同じような顔をしているって気づきました？そしてなんかスタイルも同じようなスタイルをしているよね。さあ皆さんこの彫刻を作った彫刻家一体誰だかご存知でしょうか？さあここにも同じように出てきたよ。はい、この彫刻も同じ作者によるものです。さあこれもねちょっとぐるっと一周回ってみようか。さあこんな感じの女性像でございます。素晴らしいね。このようにポーズをとった美しい女性が、このようにねここに置かれているんだけども、さあどうだろう、皆さんこの彫刻家の名前ご存知でしょうか？はい、この方の名前ここに書いてありますよ。さあ寄ってみよう。そこに書いてあるのは見えるかな。アルスチッド・マイオールと書いてあります。そうこのね彫刻はマイオールっていう人による彫刻です。マイオールというと、ロダンとかねブルデル、その、ロダンより1個後の世代かな、その彫刻家で19世紀を代表する彫刻家の一人でございますが、彼はねもともと彼の奥さんでもある彼の奥さんをねずっとモデルとして使っていたんだけども、高齢になったら奥さんを使うことがなくなりました。その後彼が75歳の時に衝撃的な出会いをします。それがね、当時17歳だったディナという人なんだね。その後ディナをモデルとして先ほど私たちが見てきたような、ずっとね彫刻を作り続けました。はい、まさにディナは彼にとってミューズとなったということなんですね。彼が、82歳だったっけな。その時にね、交通事故で亡くなってしまうんだけども、その後に、自分のね作品の管理を委ねたのはそのモデルのディナでございました。ディナはねフランス国家などに、掛け合って、そして最終的に、マイオール美術館などをパリに建てたりね、そしてこの国家寄贈にすることによって今私たちが見ているねこの公園に、彼の作品があるということなんです。
はい、そしてね、今ね、私たちの目の前にはこのような大きな建物が見えてきました。これね、ルーブルの建物そのままつながっているんですが、この部分は今は装飾美術館になっております。20世紀の初めに作られた美術館でございますね。20世紀初めというと、装飾美術っていうのが再評価され始めた時で、ちょうどその時にフランスではアール・ヌーボーなんかが出てきましたね。この装飾美術館、それを開館するにあたってですね、ある彫刻家に作品を頼みました。それが地獄の門でございます。ロダンでね、ロダンがこの装飾美術館のオープニングのためにね、玄関を飾る彫刻として注文されたのが有名な地獄の門なんです。はい、ちょうどねアール・ヌーボーなんかが流行っていた時代ですね。はい、そしてね、今私たちの目の前にはこのような大観覧車が見えてきました。これはね、移動式遊園地でございますけども、このようにね、夏休みの時期とか、そう今ねちょうど夏休みの時期なんだけども、あるいは、クリスマス、そんなね時期にはここに移動式遊園地が出るんですよ。そうそう、私たちが旅行行った時、遊園地そういえばあそこにあったよと思ってる方もいらっしゃるんじゃないかな。さあ、そしてね、今私たちの目の前にはこのような大きなパビリオンというかね、建物が見えてるでしょう。このパビリオンの形、よく覚えておいてくださいね。この形を覚えておいたまま、今私ゆっくりと振り返っておりますけども、どうですか？向こう側に同じような建物が見えてきたと思わない？こちらほら同じ形でしょ。はい、実はね、今私たちが歩いているところ、かつてここには建物が建っていたんですよ。先ほど見た同じ形をしているところ、実はこのパビリオンは両端つながっていたんです。ここに立っていたのがチュイルリー宮殿と言います。そう、今ね私たちが散歩しているのがチュイルリー公園だったよね。もともとここにはチュイルリー宮殿というものがございまして、そしてチュイルリー宮殿に付属している庭園だったのでチュイルリー、庭園を作ったんです。それがねその後ね、宮殿が壊れてしまってそれを公園にしたので、今ではチュイルリー公園となっているということなんですね。ちょっとね分かりにくかったかもしれないな。とりあえずね、今私たちが歩いているところには建物が建っていたということです。はい、見えますか？今ね私たちこの直線に戻ってきました。私たちの目の前にはね、先ほど私たちがその下を通ってきたカルーセの凱旋門が見えていましたね。さあ、いいですか？このままねちょっとだけ前に進みましょう。傘をね差している人たちがポツポツと見えますけども、ポツポツと来たな。けどね、こんぐらいだったら全然続行です。はい、続行はい、こんなところにねこんなパネルがあるんだよね。ここには見てください。シャトー・デ・チュイルリーと書いてあるでしょう。そしてここにねこういうかつての写真があるんだけども、見えるかな？ここにあるこの建物ね、これ先ほど私たちが見たやつ。そしてこの向こう側にもこれね、これ同じ建物があるでしょ。この建物とこの建物、ほらこうやってつながってるじゃない。これがいわゆるねチュイルリー宮殿だったものなんです。これは1870年に実はパリコミューンというものがありまして、その時に火災になってね壊れてしまったんですね。はい、ということでまさにねこの今私が見ている宮殿のところ、ここはかつてチュイリー宮殿があったところということなんです。実はね今なんかボクシングのトレーニングなんかその芝生のところでしてるけどさ、ここのね一部にね実は劇場があったんですよ。劇場があって、まさに観客席が私たちがね今こういう見ている状態にあって、そして向こう側に、舞台がありました。フランスの舞台、とかね、フランスで演劇なんかをやってた人はもしかしたら知っているかもしれないんだけども、ほら日本だったらさ上手とか下手って言うじゃない。もし私が今観客席に座って正面に舞台を見るとしたら、こっち側が上手でこっち側が下手ですよね。私演劇やってないから多分合ってると思うんだけど、さっき調べたから、さあフランスでは上手下手ってなんていうかご存知でしょうか。さあ皆さん、もしね、チャットなんかもし開いてるんだったらそこでぜひ答えてほしいんだけども、はい、じゃあね今私たちは客席に座ってて目の前に舞台があったとしたら、さあこちらのことを何ていうか知ってる？
どうだろう、答え出てんのかな、これねライブだったら皆さんに言ってほしいんだけども、こちらのことをフランス語ではコテクーフと言います。コテクーフね、クーフ側って言います。クーフっていうのは中庭ということなんですよ。そして今度は下手の方を見てみましょう。下手の方、フランス語では何というかっていうと、こちらをコテジャルダン、コテジャルダン、庭側の方と言うんですね。さあ分かった？そう、フランス語ではね、舞台に携わっている人、上手のことをクー、中庭というんだけど、まさにここにあった劇場が基準になっているんです。なぜならば、ほらここをまっすぐ行った時にルーブルの中庭があったでしょ、ガラスのピラミッドがあったところ、そして今度左側を見ると、これは今度は庭園があるでしょ、チュイルリー庭園です。はい、ですからね、このようにここにもともとコメディフランセーズ、王立の、ね、劇場があって、それが基準として上手下手が考えられたので、中庭側、そして庭側というふうに名前が決められたということなんですね。いやー面白いねって自分で言ってどうするんだって感じがするんだけども、さあ目の前にはこんな建物が見えてきましたよ。見えるかな、大きなね時計がどんどんとある建物でございますけども、もともとあそこは駅舎だったよね。さあ皆さん何の建物か分かるかな。はい、もしね分かる方いたら、あれは何々なんじゃないかっていうふうにぜひねチャットとかで書いてくださいね。はい、ということでね、今私たちはこのチュイルリー庭園に入ろうということです。まあね、これちょっと難しいところなんだけどね、これはね、これは今もう完全にチュイルリー、公園、庭園でございますけども、今までのところをねカルーセル公園という人もいるかな。細かいことはどうでもいいという感じなんだけども、さあこんな感じでね、はい、ぐるっと回るとこんな感じですよ。向こう側には凱旋門が見えていますね。はい、素晴らしい公園に入ってきましたよ。ここはね、もともとチュイルリー宮殿があったという話をしたんだけども、そこに付属していた庭園でございました。先ほどね庭園のいわゆる2階部分というかな、そのエタージュノーブルというんだけども、2階部分から見たときにこの庭園が美しいように作ってあります。この庭園をさらに整備したのはルイ14世の時代、アンドレ・ルノートルというねベルサイユ宮殿のお庭とか、他にもフランスのねさまざまなお庭を作った人がこのお庭を設計していて、これはフランス式庭園を代表する庭園と言われています。フランス式庭園というのはね、どんな特徴があるかというと、まず左右対称ですね、シンメトリーです。そして、幾何学的な模様を至るところに作るということ、例えばね、その公園の構造自体も幾何学的になっているんだけども、例えばほらこういう木なんかも丸くまん丸に刈り込んで、そしてしかもね下も四角にしているような幾何学模様っていうものをたくさん多用しているんですよ。そしてねルノートルは彼はね非常に面白い人で、庭のイリュージョニスト、なんていうんだろう、騙し絵なんていうのをね庭の設計にも使った人なんですよ。今私たちの前にはこのように池が見えてきたでしょ。実はこの目の前にある池とその向こう側にも池があるんだよね。ちょっとねズームしてみるけど、どうだろう、見えるのかな。その一番向こうにはピンのようなものが立っていて、あそこがコンコルド広場になっているんだけども、あのピンのコンコルド広場の手前にも池があります。でね、この庭というのはもともとはね、その私たちの今背後にあるチュイリー宮殿の2階から見られるように設計してあるんです。そうするとさ、ちょっとね上から見下げるような感じになって、遠近法が非常に美しく表現されているんだけども、その時にね、今私たちの目の前に見えている手前の池と遠くにある池が上から見ると、遠近法を合わせて上から見ると同じ大きさに見えるようにあえて作ってあるんだね。つまりほら遠くにあるものって普通ちっちゃく見えるでしょ。だからその分を計算して向こう側にある池は少し大きく作ってあるんだわ。でそうすると上から見た時に同じサイズに見えるということで、何かね遠くにあるんだけども近くにあるような感じがするんだよね。だからほらあんなに遠くないんだったらちょっと歩いてみようかなんていう感じになって、ぜひね散策してみたくなる庭園ということなんですよ。
でね、この池の周りにはこんな形の椅子があって良さそうでしょ。こんなところでさ、こういう噴水とか見ながら天気のいい時、まあね、今日はそんなに天気良くないんだけど本なんかね読みながらゆっくりと遊ぶなんて最高だと思わない？本当にね、こういうところに来るとパリにいるなっていう感じがする場所の一つですよね。はい、ということでね、こんなところには彫刻がたくさんあるんだけども、そのいくつか紹介していこうか。さあ、ここにはね、今度ペリクレスっていう人がいるよいるよっていうのなんだけど、はい、この人ですね。この人は古代ギリシャ世界ね、ちょうどねギリシャがパルテノン神殿を作った時のその代表をしていた人ですね。はい、ペリクレスという古代ギリシャの政治家でございます。彼はねここで芸術家たちに賞を与えるというね、そういうことをやっている場面が表現されているんだけども、パルテノン神殿があるのはギリシャのアテネですよね。そのアテネの守護神といえば知恵の女神のアテナという人なんだけども、見えるかな。アテナのアトリビュートである動物がここに描かれていますよ。わかるかな。半分隠れているんだけども、ここには袋がいますよね。そしてその塔というか台の上には月桂樹で作った冠があります。これをね芸術家に捧げながら芸術家たちの素晴らしさを称えると、称えているペリクレスというふうに表現されておりました。このようにね、やっぱりここにある彫刻はいわゆるクラシックと言われるものなので、主題がですね古代の歴史とか、あるいはギリシャローマ神話、そして聖書の物語などね、いわゆるそういう芸術家のクラシックと言われるものの主題がね多くこのような彫刻で表現されております。ぐるっとね、その彫刻が回っておりますけども、いやー素晴らしいね天気は良ければいいで、これは素晴らしいし、これね、多少パラついてる雨の中でもロマンチックでいい感じでしょ。はい、という感じでこのまま進んでいきましょう。さあ、そうするとですね、また別の彫刻が見えてきましたよ。この彫刻も紹介しようかな。はい、こちらでございます。こちらはね、日本語で言うとメディアという彫刻なんだけども、鳩が頭の上に止まってんじゃん太陽が見えてきたんじゃないか。はい、これは、メディアというものです。メディアというと、これもギリシャ神話の中に出てくる魔法使いなんだけども、皆さんこのメディアの話ってご存知ですか？ギリシャ神話の中でね、イヤソンっていう英雄が出てきますよね。危ない、転びそうになってしまったイヤソンっていう人は、自分のね帝国、それを受け継ぐためにはある試練を乗り越えなければいけないという話になります。その試練というのは金の羊の毛皮を見つけて取ってくるということだったんですね。その金の羊の毛皮、金の羊毛ですけども、それはコナキスという国にあるということが分かりました。コナキスの国に行くとですね、その王様の娘にこの女性がいたんです。その人の名前がメディアという人でした。フランス語で言うとメデという人ですね。メディアはこのイヤソンに一目惚れをします。私と結婚してくれるんだったらあなたの役に立ってあげるわよって言ったんですね。そしてこのメディアというのはね、非常に優秀な魔法使いでございました。実は金の羊毛は恐ろしい炎を吐くドラゴンに守られていました。そのドラゴンから金の羊毛を取り上げるためにですね、このメディアはそのドラゴンを眠らせることができたんです。魔法使いだからね。そこで、彼はねその了承して、じゃああなたと一緒になりましょうと言って、そして彼女に助けてもらいながら羊毛をゲットしました。そしてね、ほら彼女の脇には子供がいたりして、彼を子供を作ってね幸せに暮らしていたんだけども、実はイヤソンという英雄にもう一つ結婚話が持ち上がります。別の国のお姫様からイヤソンさん結婚しませんかというね申し合いがありまして、イヤソンはねこのメディアという女性がありながら、いいですよと言ってね、自分の奥さんと子供を捨ててね、その人と結婚しに行っちゃうんだよね。それで起こったのがこのメディアですよ。
野郎こいつはって言ってね怒りましてね、でイヤソンが結婚しようとした女性婚約者を呪い殺しましてね、魔法使い恐ろしいですよ。そして自分たちの間で生まれた子供も見せしめとして殺してしまったというね。ですからね、見てください、子供がねこれちょっとかわいそうに地面に倒れておりますよ。恐ろしい女性ですよね。しかしイヤソンお前もひどい男だよという感じがしますけども、はい、こんなね物語を知ってると3作も面白くなるんじゃないかなと思いますよ。はい、1個忘れてしまったな。先ほどのねちょっとお見せするの忘れてしまったんだけども、先ほどの彫刻の素材はマーブルといいまして大理石でできておりました。はい、大理石でできていて、そのね、この風雨にさらしておくとですねどんどん破損してしまうんですよね。ということでね、今目の前に見えてきたのはこれはまたねギリシャ神話でございますヘラクレスというものですよね。この人も英雄でございます。筋骨隆々の男性でしょう。かっこいいよね。この人は12のね大きな仕事というものを行ったので、神に称えられて最終的には神の仲間入りをしたという人でございますけども、彼はねこの自分の持ち物である棍棒ですね。そしてその棍棒にはね、ライオンの毛皮がこうやってかけてあるんだけども、この人ですね。はい、これギリシャの英雄でヘラクレスでございます。でね、このヘラクレスのこうやってパネルを見るとですねちゃんと書いてあるんだよね。ヘラクレス・ファグネーズと書いてあります。そしてね今ね皆さんに見てもらいたいのはここなんでね、ここにもなんか文字書いてあるでしょ。ピエール・コンシチュエ・コンプラス・ユン・アン・マーブって書いてあります。つまりこの彫刻が作られたのは17世紀終わりということが分かって、その時にはこれは大理石で作られていたんだけども、大理石をずっと風雨にさらしてしまうとそのままどんどん破損していって、最終的にはオリジナルが壊れてしまうんですよね。雨とか水にさらされてしまうので、そこでねどうするかというと、このオリジナルのね型を取りまして、その型をね、その型に大理石の粉とそして合成樹脂を混ぜた液体をですね流し込んで、そして新しい彫刻を作るということなんですね。はい、そのようにして新しく作ったものをピエール・コンシチュエ、再構成した石というふうに言いまして、あのようにねオリジナルはルーブルに保管しておきまして、そのコピーというものをこのようにね、もう一度この公園に飾るということが行われております。ということで今ねジュエリー公園のメインストリームにやってまいりました。ここにまっすぐ、行くとね、見えるかな、このオベリスクの塔があって、その先にあるのがシャンゼリゼ大通り、そしてそのさらに先には凱旋門があります。はい、そんなね、この中心の通りに私たちいるんですけども、さあこのね中心の通りのこういう左右にはこのような木が植えてありまして、ちょうどねここで木陰の散歩ができるようになっているんですね。ちょっとねこのメインストリームから離れてこの木陰に入っていきましょうか。はい、そうするとね中にはカフェなんかがあるんですね。はい、19世紀にはねここは本当に社交界の中心でもあったんですよ。その中心ね社交界の中心にいる人々が本当ファッションを競いながらここで、自分をね見せたり、そして、見られたりしたという場所でもございます。はい、ここにねまた彫刻が出てきました。さあ皆さんこの彫刻一体何だか分かりますか？これはねアテランテとヒッポメネスというものなんだけども、さあこの人ちょっと見てみようか。ここには男性がいます。そして向こう側には女性が見えているんだけども、さあこの男性何か手に持っていますよ。見えるかな？右手と左手に何か丸いものを持っています。さあ皆さん彼が持っているものって一体何だと思いますか？さあちょっとね皆さんに考えてもらいながら、私はちょっと向こう側に行ってみようか。さあどうだろう。こんな感じでね土曜日の昼下がりお酒とかをねこんなところで飲んでますよ。カフェとかね、ちょっと散策に疲れたらこんなところでお茶をするのも最高だよね。はい、見てください。こちらにはね今度は女性が見えておりますね。はい、これがアテランテです。向こうが
ヒッポメネスね、はい、アテランテとヒッポメネスという物語、私はね、動画の中でも説明したことがあるんだけども、このアテランテというのは非常に美しい女性でした。古代ギリシャ神話の話ですよ。美しい女性なんだけど男性嫌いであったと、しかし彼女はやっぱり美しいので、彼女のもとにはたくさんの求婚者が現れた。私とぜひ結婚してくださいというわけですよね。彼女はね、断るのが大変だったので、じゃあね、条件を出します。私とかけっこをして、私に勝ったらあなたの女性になりましょう。その代わり私に負ければその代償はあなたの死ですと言ったんですね。恐ろしいね。かけっこをして、あなたが勝ったら私はあなたの女になるわ、その代わりあなたが負けたらあなたは死んでねと、まさし命がけで結婚を申し込まなければいけなかったわけですね。いろんな男性が彼女にかけっこを挑みまして、彼女はね、走るのが非常に速かったので、彼女がいつも勝って男性は殺されてしまうという、そういうことが続きました。そこでね、なんとか彼女をゲットしたいと思ったのはヒッポメネスという人ですね。恋愛の神様のヴィーナスに、願いをかけましてね、相談しに行きます。そしたら、女性はこれに弱いだろうということで金のリンゴというものをもらうんですね。はい、そしてかけっこが始まって、負けそうになると金のリンゴを投げなさいと投げると、このアデランテが金のリンゴをもったいない、あれ拾わなきゃと思って、ね、拾いに行くんですね。拾いに行ってる間、彼はねその間走れますから、そして、走って、彼女を抜くと。そしてまた抜かされそうになったらまた金のリンゴを投げまして、そして、とうとうその競争に勝つことができたということなんですね。これはね、細長い池になっていますので、ほらあそこにね2人がいるでしょ。このずっと池のところが長くなっているので、こんな感じで彼らはこの池の長さを走ってきたんだななんてね感じになるわけですよ。はい、ということで、いろんなね形に合わせてギリシャ神話の物語が選ばれているということも分かりましたね。さあ今はねフランスなかなかコロナも改善してきておりまして、マスクをしてもいいししなくてもいいというね感じになっております。ですからマスクをしている人もいれば、マスクを完全にしていない人もいますよね。ついこの間までね、1ヶ月前まではね外でマスクをしていないとこれ罰金対象になったんですけども、それが少しずつ緩和してきています。そして、いろんなね、人が増えてきたりだとか、観光客がちょっとずつ回復していたりだとかね、少しずつ、普段のパリ、がなんか日常を取り戻し始めているっていう感じだよね。はい、チュイリリ公園はね、先ほどのように19世紀だったらね、おしゃれな人たちのもう本当にファッションショーを行うようなメッカであった。そしてね、その社交界の重要な場所でもあったんだけども、現在のチュイリリ公園は、老若男女合ってるかな今の全ての人が楽しめるような空間になっていますよ。ですから今皆さんの目の前に見えているのは子供が遊べるような空間ですね。滑り台だとかジャングルジムみたいなものがあったりね、なんかその後ろにさ、なんか遊園地みたいなのがガンガン動いてるんだけど、あれは期間限定のものですからね。はい、ですからこんなねボスケというんですけども、そのメインの通りの左右に作られたこういう木陰の部分、ボスケというんだけども、こんなところには恋人同士がロマンチックな時間を過ごしたり、あるいはね今だったら子供たちが遊べるような空間があったりとか、本当にそういうあらゆる人のことをね考えてある公園になっていて、本当にパリの人々のね憩いの場になっているという感じがこのチュイルリー公園でございます。そういえばさ、チュイルリーってなんでチュイルっていう名前をしてるかって今まだ言ってなかったんだけども、ここはねもともとフランソワ一世という人がこの土地を買いました。フランソワ一世という人はね、ちょうどねルネサンス時期の人なんだけども、彼がここの土地を買った時に、ここにはね瓦工場があったんです。瓦を作るためのアトリエですね。瓦のことをフランス語でチュイルと言います。ですからここはチュイルリーと言われるようになったんですね。さあここにねメリーゴーランドが見えてきました。かわいいでしょう。子供たちが乗ってるよね。さあ皆さんちょっとね視力が良くないと分かんないかもしれないけども、さあここにいっぱい絵が描いてあるじゃない。これ早いから難しいかもしれないんだけども、いろんな絵が描いてあるんだけども、これ皆様が知ってるような物語になっているんじゃないかな。どうだろう。この映像だったら見えるのかな、この速さで。ちょっとね僕も同じ方向に回ってみようかな。そうすると少しはいいかもしれない。さあどうだろう。皆様
ここにいろんな絵があるんだけども、これどんな絵が描かれているか分かります？いろんな私たちが子どもの時に聞いたり、読んだりしたものがここに回ってると思いますよ。赤ずきんをした女の子がいたり、あるいは王様がいたり、あるいは魔法使いが出てきたり、かぼちゃの馬車が出てきたりどうだろう、ガラスの靴が出てきたり、どうだろうもう分かったと皆さん思うんだけども、赤ずきんちゃんとか、あとは、長靴を履いた猫とか、あとなんだっけ、プチプスってフランス語で言うんだけど、親指ぐらいの大きさしかない男の子の話すごくごめんなさい、ふんわりしてて、あとなんだ、シンデレラ。さあ皆さん、そういう話知ってるでしょ。さあその人、その話を書いたの実はフランス人なんだけども、さあそのフランス人の名前、皆様ご存知ですか？どうだろう。そのフランス人の名前、その人の名前というのをこれから皆様にご覧入れましょう。さあこちらにその人自身の彫刻胸像があるんだけども、どうだろう、見えるかな。シャルル・ペロー、そう、ペローの童話でございます。ここにいるのがね、そのシャルル・ペローでございます。シャルル・ペローという人はね、先ほど私が言ったようなシンデレラとか赤ずきんちゃんとか、あるいは長靴を履いた猫なんかの作者でございますよね。ですから見てください、ここほら、かわいいでしょう。ここに長靴を履いた猫いるんだよ頭にね、かっこいい三重視のような帽子をかぶって、そして首のところにはネックレスをしてるんだけど、そのネックレスがどうだろう、見えるかな、ネズミになってますよ。そして大きな幅広のベルトのところからはポシェットはまたこれネズミのポシェットをつけていて、そしてかっこいいねブーツを履いているよね。まさに長靴を履いた猫でございます。一体なんで童話作者のシャルル・ペローの胸像がここにあるかというと、実はシャルル・ペローというのはルイ14世の時代にね、官僚をやっていた人物なんですよ。才能あるよね、頭もいいし、それで物語も作っていたと。さあそんなねシャルル・ペローはこのルイ14世の時代ね、このまさに庭園を作る時にですね、アンドレ・ルノートルの片腕となってこの工事の進捗状況だとか、あるいはコスト計算なんかをして活躍した人だったんですね。そして今私たちが散策しているような美しい公園が出来上がりました。公園が出来上がった時にルイ14世のね、側近であったコルベルという人はこのね公園あまりにも美しく、完成したので庶民なんかに開いてしまったら汚れてしまうから、これは王侯貴族だけに閉めておこうというふうに言ったわけですね。そこで反対したのはこのシャルル・ペローという人物でございます。それはね、コルベルさん、いい考えではありませんよ。このような美しい公園、ぜひ庶民に開くべきでございます。平民に開くべきだ。そうすれば王が偉大ということも庶民は分かってもらえるでしょう。そしてこの美しい公園を見れば誰もが美しく、このまま公園を使ってくれるに違いありませんと言ってね、コルベルを説得したんですね。その説得に負け、あなたの言う通りかもしれないということで、ここは一般庶民にも開かれることになりました。ですから見てください、このねシャルル・ペローの下にはこのように手をつないで喜んで踊っている女の子たちが見えますよね。ペローさん、私たちに公園開いてくれてありがとうとこのように言っているのかもしれません。はい、このようにね子どもたちの童話を作り、そして子どもたちの遊び場でもあるような公園を作った人物としてシャルル・ペローの胸像がこんなところに飾られておりました。トランポリン飛んでる子供がいるよここね有料のトランポリン場所でございます。1チケット3ユーロと書いてあるな。3ユーロってことだ、300円ぐらい、360円、400円ぐらいかな。はい、そんな感じでね、あそこで遊ばせることができます。子供たち楽しそうにぴょんぴょん跳ねていましたねはい、ということでね、もう一度このボスケの中を通りながらメインの方に進んでいきましょう。だいたいね40分が過ぎましたけども、さあそろそろ行きましょうかそれでは行きましょう。パリ一区チュールリ公園散歩のスタートです。決まったね
決まったじゃん今回も。やったぜ。はい、ということで今ね目の前にはこんな植物が見えてきましたね。はい、見えますか？こんな植物面白いね。この植物ってさ、ほら植木鉢に入ってるじゃないね。緑の箱にボックスに入ってるよね。それ以外の木はこういう風に普通にさ、例えばこっちなんて地面に直植えでしょ。一体この違いって皆さん何だと思いますか？こちらの木は地面に直植えなのに、こちらの今私たちの目の前にある木はこのようにね鉢植えになっています。一体なんでこの木鉢植えになっているんでしょうか。そして一体この木は何の木なんでしょうか。さあ皆さんちょっと考えてみて。さあまた私たちのね目の前にこの木が現れてきましたよ。じゃあねちょっとヒントでこの木に近づいてみようか。はい、こんな感じの木です。見えるかな。フルーツなってんだよね。実際見えてんのかなこれ。どうだろう。どうでしょうか。なんかね橙色のフルーツがこうやってなっていますけど、さあ皆さんわかる？これ何の木か。どうでしょう。こんな感じよ。はい、こんな感じね。さあどうでしょうか。はい、じゃあね答えを言ってしまいましょう。この木はオレンジの木なんですね。先ほどねオレンジがなっておりました。はい、そしてね今私たちの目の前には美しいねラベンダー。ここに来るとねプーンとラベンダーのすごいいい香りがしますよ。素晴らしいねラベンダーの時期になってまいりました。さあ先ほどね鉢に入ってる木オレンジの木ということだったんだけど、一体なぜオレンジの木は鉢に入っているかということを今度皆さん考えてくださいね。分かった方はぜひチャットなんかで入れてください。もうチャットする前提でやってるんだけども、はい、そしたらねまた私たちの目の前には大きな、見てください、この池が見えてきたよね。この池どうだろう。ちょっとね、映像だと分かりにくいかもしれないんだけども、これね先ほど私たちが見た、池よりも少しサイズが大きいこと分かりますか？つまりね遠近法で見たときに、同じサイズに見えるようにこちらの池はね、大きく作ってあるということなんですね。はい、こんなね、池にもまた彫刻がいろいろと設置されておりますよ。さあ例えばねこんな彫刻見てみようか。この男性、裸でね横になって寝そべっている男性なんだけども、さあ皆さんに聞くよ。さあこの男性実は何かを示しています。さあ一体何を表現しているんでしょうか。これはね何かの擬人像になっているんですね。さあそのヒントは実はこの下にあります。この下なんかほら波打ってるでしょ。さあ一体これ何の表現なんでしょうか。さあこのままちょっと待っていこうか。さあ見てください。ここです。これすごいヒントだよこんなところにほらわかるはい、これはこんな感じだよ。そうここもすげえヒントだな。この人の持ってるものとかよく見といてねはいという感じなんだけども、さあどうだろう。これでぐるっと一周回ってるんだけどさ、さあどうでしょう。一体この人は何の擬人像なんでしょうかという。彼がね、左手に持っているものも実は非常にヒントになっているんですよ。そうこれはね、この川の擬人像でございます。ですから川の擬人像ということで左手にはこれオールですよね、貝ですか。船を漕ぐためのオールを彼は左手に持っている。そして右手には川というのはね、これは恵みの川でもありますから、これは豊穣の角を持っております。このぐぬぐにゃってね、これ曲がりくねっていうのはこれは動物の角ですね。そして角の上からはフルーツだとか花だとかそういう恵みがこうやって溢れ出てるね豊かさでございます。ですからこのね男性自身はこれは川を象徴しているでしょ。じゃあねこれ一体何の川なのかというのは実はここを見れば分かるようになってるんですよ。さあ見てください。ここに動物いるじゃない。そして動物の何かこのおっぱいをね、このちっちゃい双子の子たちがね吸おうとしているんですね。さあこれだけでこの川が何川かって分かったらなかなか
すごいですよどうだろうさあまずね、この動物なんだけど何の動物か分かりますか？さあこの動物は、狼でございます。狼のおっぱいを吸って大きくなった双子の子供たちって神話に出てくるんだけど知ってるかな皆さん、これはロムルスとレムスっていう双子で、彼らはローマの建国の神話に出てくるよね。そうつまりこれはローマの川ということを示しているんです。さあローマに流れてる川といえば皆さん何ですか？答えを見てみようか。それはルチーボと書いてあるんだけどテベレ川でございました。まあね、こんな風にしてね、彫刻いろんなよく見ると、そのね、表現しているものがなんだかわかるということなんですね。はい、ということでね、この周辺にはね川を表現しているものがたくさん、彫刻になっているんです。ここには今度は男性と女性が出てきたでしょ。はい、ここにもねまた男性が出ていて、これも川を表現しております。今度ねこの男性はセーヌラッセーヌ、これセーヌ川ですね、セーヌ川を表現しているんですね。ですからこれほら船の今度は海っていうのかな、方向を決めるやつ、はい、それを持っていますよね。そしてその隣には女性がいるんだけど、この女性はね、セーヌ川の支流であるマルヌ川を表現しているんです。これねどういうことかっていうと、この大きな川っていうのはフランス語ではル・ルーブといって男性形なんですね。大きな川、つまり川がそのまま海に注ぎ込むような大河のことをル・ルーブといって男性形なので、このような男性で表現します。一方小さな川、小さい大きいっていう関係ないかもしれないけど、支流っていうんですか、その川に注ぎ込む川のことをフランス語ではリビエールと言いまして女性形なんですね。ですからリビエール、その小さな川の場合は女性、海に注ぎ込む場合は男性ということで、このようにね男性と女性で表現されているということでございますと。結構雨強く降ってきたぞさあそれでもね、ちょっとめげずにもう終盤なのでこのまま行きます。はい、目の前にはねコンコルド広場が見えてきました。目の前にあるのはこれが、クレオパトラの針とも別名で言われている、コンコルドのルクソール神殿からね、もらい受けたと言われているなんだっけ、オベリスクでございます。ちょうどねこのコンコルド広場といえば革命時代にはギロチンでね、いろんな人が処刑された。その中にはマリー・アントワネットやルイ16世がいた。そんなね広場として有名でございます。さあそしてね今皆様にご紹介するのがこの庭園をデザインして作った人でございます。アンドレ・ルノートルという人物ですね。はい、この人がルイ14世の時代にフランス式庭園というものをね確立した庭師、デザイナーでございます。この人はほら書いてあるでしょ、オトゥ・ドゥス・ジャーダン、この公園の作者であり、そしてベルサイユ、シャンティ、サンクルー、ムドン、そしてあらゆる他のフランスの美しい庭園の作者でございますと書いてあります。はい、こんなアンドレ・ルノートルの設計したお庭を今皆様に見ていただいているということなんですよ。はい、ここはねまたコンコルド広場に行く入り口なんだけども、さあこんなところにまた別のパネルもございます。はい、こちらでございますね。ほら面白いでしょ。ここにこんなものが書いてありますよ。はい、ここの場所で1783年12月1日に、シャルルという人物とロベールという人物が初めて有人飛行を行いましたと。何かっていうとほらここに絵が描いてあるでしょう。何の有人かっていうとそう気球なんですね。フランスで初めて気球を飛んだのはモンゴルフィエル兄弟というんだけども、実はモンゴルフィエルは熱気球でございました。ここで初めて飛んだのはここに書いてあるでしょ、バロンイドロジェンって書いてあるんだけど、これ水素ですよね。水素によって気球で初めて有人で飛んだのがこのシャルルとロベールという、シャルルが物理学者、そしてロベールというのは確か技術者、エンジニアだったと思いますが、はい、この有人飛行を行ったのはこのチュイルリー公園で初めて行ったんですね。そうだこれがね
チュイリー公園の、地図なんだけども、私たちが出発したのはこちらです。この部分から出発したんだけど、見てください。この池の大きさとこの池の大きさ、こっちの方が大きいでしょ。ですからここから見た時に遠近法でちょうど同じサイズになったという話をしたんだけども、まさにこんな風にしてみると、分かりやすいかもしれませんね。ということで、さあ晴れてきたよ、晴れてきた。皆さん見て、ほら青空見えてるでしょ。見えてんのかな、僕には見えてんだけど。さあこのようにね、パリというところは雨が降ったとしてもね、すぐ止んだりするんですよ。だからね、パリの人々は傘をささないなんてよく言うんだよね。傘をさすとほら傘が濡れてるのね、濡れた傘カバンの中に入れる方が嫌だとかねそういう感じだよね。はい、ということでね、さあいろんな川の彫刻なんかもすべて、紹介してもいいんだけども、ちょっとね長くなってしまうので、さあこちら側、私たちの最終地点に向かいましょう。そういえばさ、先ほどオレンジの木の話をしましたよね。オレンジの木は普通のね地面に植えてあるんではなく、植木鉢に入っていたじゃないですか。一体なんでオレンジの木はあのような植木鉢に入っているのか、皆様ご存知ですか？なんで地面に直に植えないんだろうか。オレンジの木はあのような、なんていうの、植木鉢の中に入っていますよね。一体なぜオレンジの木はあのような鉢に入れるんでしょうか。ちょっとね皆さんも考えながら、もしチャットが開いていればぜひ皆様の考えをチャットの中に書き込んでください。さあその皆さんが考えている間ですね、私たちは今コンコルド広場目の前までやってまいりました。さあチュイリー公園を横断することが、縦断なのかなできましたね。さあ見てください、素晴らしいでしょう。向こう側に見えているのは海運省、今ねちょうどね内部見学できるようになりました。そしてクリオンホテル、最高級ホテルの一つ。そして今見えてきたのがオベリスク、はい、そして向こう側には見えるかな、ガラスの屋根、これが、グランパレ。そしてそのグランパレと左にあるこのね通り、これがシャンゼリゼ大通りでございます。今ねちょうど7月10日の土曜日なんだけども、7月14日って言ったら革命、祭といって、革命記念日でございますね。まさにシャンゼリゼ大通りをパレードするんだけども、そのパレードするときに大統領など各国のね要人が、座る場所というのが今特設ステージとして設置されております。それがちょうど屋根が赤白青に、これフランスのねトリコロールになっている今特設会場がこのように設置されております。そしてこの向こう側にはさあ晴れてきたよ。おそらくこれで虹も出るんじゃないか出るといいなそうすると目の前にはエッフェル塔が見えてまいりました。わー素晴らしい、すげえいい天気。雨降ってんだけど太陽が出てきて素晴らしい天気ですよ。ほら太陽出てきて今影も見えてきたでしょ。これがたまんないよね。そうだからさ、もう今降水確率 90% で出てたんだけどさ、絶対僕太陽出ると思ったんだよね。思った通りだったよ。日頃の行いがいいからなうるさいよってはい、ということでね、はい、オレンジの木の話に戻ろうか。オレンジの木が鉢に入っているのは一体なぜなんでしょう。皆さん分かった？はい、オレンジの木が鉢に入っている理由はですね、あれはオレンジはもともとその暖かい地域で育つ木なんですよね。ですから寒い、例えばねフランスの冬なんかは外に出しておくとそのまま枯れてしまいます。ですからどうするかというとね、冬の間は温室に入れておくんですよ。温室に入れておかないと枯れちゃうからね。だからこそオレンジの木をたくさん持っている人というのはお金持ちということなんだよ。冬の間はそのオレンジの木をね、温室に入れることができるほど私は土地があるんだよ、建物があるんだよ、資金力があるんだよということです。そしてそのオレンジを入れておく温室というのを何ていうかっていうと、さあ皆さん知ってる？オレンジを入れておく温室のことを何というかというと、オレンジという名前がついている建物があるでしょう。オランジュリーでございます。はい、このオランジュリーというのはもともとはオレンジを冬の間入れておく温室でございました。そして
このジュイルリー宮殿の温室だったところ、それが今では美術館になっていて、ここではねモネの大睡蓮なんかが展示されておりますけども、それがオランジュリー美術館ですよね。ここはもともとオレンジの木を入れておいた場所なんですね。はい、ということでね、このコンコルド広場まで来たので、ここで終わってもいいんだけど、最後にねこれだけ紹介しておこうか。この僕の大好きな彫刻の一つであるこれを紹介しておきましょう。はい、こちらがねオーギュスト・ロダンによる接吻という彫刻でございます。美しいでしょう、この男性と女性がこのように今接吻をしながら愛し合っているこの姿が見て取れるよね。さあではね、これ皆さんにぜひ考えていただきたいんだけども、左が男性右が女性なんだけどさあこの2人どちらの方が積極的だと思いますか。さあこれぐるっと一周回ってみようか。さあ全体が見えるようにぐるっとゆっくり回っていくよ。さあ今ね女性の後ろ側の方が見えております。男性と女性積極的なのはどちらでしょうか。どうだろう。じっくりと回っていきますよ。このような彫刻を見るときはね、ぜひ360度から周りを見てほしいよね。絵画はね平面だけども、彫刻というのはやっぱり立体物ですから、このようにできれば360度から見てじっくりと鑑賞してほしいと思いますけども、さあどうだろう。皆さんどっちの方が積極的に見えました？もちろんねこれは人の印象によるかもしれないので、いろんな意見があると思うんだけど、私はねやっぱり女性の方が積極的に見えますよ。はい、例えばほら見てください。今女性が男性の首にね左手を首の後ろに回して、がっちりと掴んでいるよね。そして自分の体を男性に預けようとしている。一方男性の今度は背筋を見てください。背筋はピンと伸ばされていて、何か女性から距離を取っているようにも見えませんか。そしてね男性の今度は右手に注目してみましょう。男性の右手に注目すると、ここに、女性の体に沿わせているんだけども、女性をぐっと自分の方向に、引き寄せるというよりも、何かこの女性の体に軽く触れているだけなんだよね。はい、そしてここでは、2人がね愛し合っている口づけがこのように表現されているんだけども、さあ今度男性の手を見てください。男性の左手は今度は女性の体を、背中をぐっと押さえてあげるんではなくですね、女性の体に触れるか触れないか、むしろ触れないぐらいでそっと添えられているんですね。これねちょっとね男性ちょっともうちょっとグッといきなさいよっていう感じがしないでもないんだけども、はい、これがね接吻という彫刻でございます。オーギュスト・ロダンが作った作品ですよね。オーギュスト・ロダンはこの作品はねもともと地獄の門というものをね彼は40歳の時に作っておりまして、その地獄の門の作成の中から出てきたモチーフをですね、このように、スピンアウトのような形で独立作品として作ったのがこの接吻というものでございます。パウロとフランチェスコというね主題からこの接吻が生まれたと言われておりますけども、当時ロダンの弟子、そしてアシスタントとして働いていた女性がカミーユ・クロデルという人物でございました。カミーユはね、その後ロダンの愛人になっていて、非常に情熱的に2人は愛し合うんだけども、ロダンは奥さんがいたんだよね。その時もまだ正式に結婚していたわけではないんだけども、ローズという女性がおりました。そして最終的にロダンはローズを選び、カミーユ・クローデルとは別れることになるんですね。ですからもしかしたらこのねちょっと距離を置こうとしている男性、もしかしたらこれはロダンその人かもしれないし、そしてこの積極的に男性に抱きつこうとしている女性、これは情熱的にロダンのことを愛したカミーユ・クローデルの姿かもしれません。これはね一つの解釈ということなんですけども、こんな物語も知っていると彫刻もまたより面白く見えてくるかもしれません。ということで今回はこの後ろにねコンコルド広場を見ながら、このロダンの接吻という彫刻の前で皆様とはお別れしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。はい、ということで今回はパリの中心地パリ1区のチュイルリー公園散歩をお届けいたしました。
素晴らしい公園だと思いませんかね。パリをめちゃくちゃ感じる公園だと思いますよ。このねルーブルに隣接している公園なので、ぜひねルーブル観光なんかをした際にはこのチューリー公園も歩いていただいて、コンコルド広場までこのねパリを楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますよ。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。そして皆様の感想ぜひねコメントに書いてくださいね。ごめんなさい、もう本当にねコメント全然返せていないんですけども、皆様のコメント本当に励みになっております。そしてね動画もごめんなさいすいません、全然出せていないんですけども、魅力的なパリこれからも皆さんにどんどん紹介していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。パリの中心に位置し、現在大型ショッピングセンターがあるこの場所にはかつて中央市場がありました。その歴史は古く、12世紀まだこの辺りが沼地だった時代にルイ6世がここに市場を作ったそうです。時代が経つにつれ市場は拡大していきました。19世紀には肉、魚、野菜、果物、チーズと至る所に食べ物が積まれているようなパリ最大の市場になっていました。中央市場で繰り広げられる情景と働く人々の人間模様を生き生きと描き出したのがエミール・ゾラの小説「ル・ヴォントル・ド・パリ」パリの胃袋です。ただしここは市場があっただけではありません。モントルグイユ通りは昔からの食料品やカフェが軒を連ね、歴史あるケーキや大女優が通ったレストランなどが並ぶ美食通りになっています。そんなレアール界隈は現在芸術と文化の発信地としても知られているんです。すぐ隣にはポンピドゥセンター、そしてかつて商品取引所だった建物は日本を代表する建築家安藤忠雄によって現代アートの美術館へと変身を遂げています。本当に魅力の尽きない界隈、レアール界隈。今回のオニバでは19世紀かつてゾラが描いた中央市場の現在の姿を食をテーマに、プロカメラマンのコウさんと日本文学を愛するトラベルパートナーのエリザベートさんと私フランスガイド中村でたっぷりとお届けいたします。さあオニバと一緒に美味しいパリを探しに行きましょう。それでは皆さんオニバ。